イオンと聞くと大きなショッピングモールを思い浮かべるかもしれません。でもこの会社の根っこは巨大な建物ではありません。始まりは四日市の商家でした。そこから店、金融、ドラッグ、アジア展開まで広がり、今は地域の暮らし全体を包む生活圏の会社になっています。今日はその大きな傘がどう生まれたのかを見ていきます。物語の出発点は1758年、三重県四日市で始まった反物総間物商です。現代のスーパーとはまるで違う姿ですが、必要な品を地域へ届けるという小売の芯はもうここにあります。1920年、第一次世界大戦後の大暴落の時、岡田屋は暴落を売り出しを行いました。相場が崩れた時に、天は自分を守るのか、お客様の側へ寄るのか。ここで見えるのは、後のイオンにもつながる苦しい時ほど客に向く感覚です。戦後、焼け跡での売り出しを見た岡田拓也は、小売業の繁栄は平和の象徴だと実感したと会社案内で語られています。店が開き、人が来て、物が流れる。その当たり前が成り立つこと自体が平和だ。という考えです。1969年、岡田屋二木白の3社が共同でジャスコを作ります。重要なのは、単なる合併話ではなく、仕入れをまとめてスケールでかつ発想が本格化したことです。古典の商いから仕組みの商いへ一歩進みます。1970年、ジャスコへ社名を変え、総合小売の器が整っていきます。食品、医療、日用品を一箇所に集める総合スーパーは、暮らしの買い物を一つの箱へまとめる装置でした。イオンはまず、日々の暮らしを一箇所で支える店を強くしてきたのです。1989年、グループの名前はジャスコからイオンへ変わります。エイオンは、ラテン語で霊園を表す言葉だと公式 FAQ で説明されています。ここで変わったのは看板だけではありません。未来の暮らしを設計するグループへ言葉を持ち始めたのです。そして2001年、会社名そのものがイオン株式会社へ統一されます。さらに2008年には重水持ち株会社へ移り、小売事業はイオンリテールへ承継されました。ここでイオンは一つの店を強くする会社から複数の事業を束ねて生活圏を設計する会社へ組織の形まで変えました。やがてイオンは店の中だけでなく店の集まりそのものを設計する側にも広がります。モールは買い物、食事、娯楽、移動の土地を一つの場所へ引き寄せる小さな町です。商品を売るだけでなく人の流れを設計する視点まで持っているところが面白い。一方で生活はモールだけで回るわけではありません。食品スーパーや小型店の近さも欠かせない。毎日使う動線と週末にまとめて使う動線、その両方を抑えていることがイオンの生活圏の本当の意味です。トップバリューは単なる安いプライベートブランドではありません。調達、品質、棚割り、物流をグループ全体でつなぐ仕組みの象徴です。会社案内でも1兆円を超える規模として扱われています。イオンは小売だけでなく、決済や金融も自分の生活圏の中へ入れてきました。買い物と支払いがつながると、店は単なる販売の場ではなく、家計の入り口にもなります。会社案内では、金融サービス顧客 ID 数は約5572万人、うち国内約3615万人とされています。イオンの店は平時だけでなく、災害時の地域拠点としても語られます。食料や日用品を動かせる小売の網は、非常時にはそのまま生活の支えになります。生活圏とは平時の便利さだけでなく、非常時の支えでもあります。国内で大きくなった後、イオンは中国と ASEAN へ広がっていきます。ただ日本の店をコピーしているわけではありません。地域ごとに生活の速度も食の習慣も所得の伸びも違う。生活圏という考えを国ごとに別の形へ翻訳する必要がありました。新高系ではベトナムが重点国として強く押し出されています。モールだけでなく小売、金融、サービスまで含むマルチフォーマットで進める点が特徴です。今のイオンを語る上でドラッグとヘルス&ウェルネスは外せません。新中系では国内最大規模のドラッグストア連合を土台として挙げています。しかも2026年2月期のセグメント利益を見ると
ヘルス&ウェルネスは総合スーパーより熱い利益柱です。前中継で整えた基盤の一つがデジタルです。セルフレジ導入、AI 活用、グループ共通アプリ、アイオン、アプリの派手さより、県の現場、生産性、顧客データが一つにつながることが大切です。ネットスーパーのグリーンビーンズも、新しい食品小売の象徴です。店舗だけでは取りきれない都心需要や若い世代へどう食品を届けるか。イオンは古い店を守るだけでなく、食品小売の次の形も探っています。ここで翔平が帳簿を開きます。この会社は店を増やして大きくなっただけではありません。生活の接点を何本も束ねてきた会社です。数字を見るときは、食品、金融、ドラッグ、アジアデータがどう重なっているかを見る必要があります。2026年2月期、イオンの連結営業収益は10兆7153億円、営業利益は2704億円でした。会社は営業収益、営業利益、経常利益が過去最高を更新したと説明しています。ただし、最終利益にはツルハ連結子会社化に伴う段階取得差益の影響も含まれます。会社予想では2027年2月期の営業収益は12兆円、営業利益は3400億円です。もちろん、これは会社計画であって保証ではありません。ただ、ここに見えるのは、基盤を利益へ転換しに行く姿勢です。2026年5月に出た新しい中継では、4つの柱が並びます。高収益ポートフォリオ、食品小売の収益構造改革、事業構造改革の完遂、財務構造の刷新です。難を伸ばし、難を整理し、どう利益と資本効率を上げるかを以前よりはっきり選ぶ段階です。投資家がまず見るかには食品小売の利益率改善です。店が多いだけでは足りません。棚割り、調達、物流、データを使って薄い利益を厚くできるか。イオンは食品小売のスケールをようやく本格的に利益へ変える段階に入っています。二つ目の鍵はヘルス&ウェルネスです。食品より高い付加価値を持ちやすく、来店頻度も高い。新中系でも H&W は高成長、高 ROI のドライバーとして扱われています。日常の小さな困りごとに何度も応える接点の厚みが重要です。三つ目の鍵は金融と顧客 ID です。小売、決済、会員がつながると値引き競争だけではない戦い方ができます。誰がどの地域でどんな暮らし方をしているのか。その理解が深まれば、店作りも品揃えも変わります。四つ目の鍵は ASEAN です。人口が伸び、都市化が進み、現代小売がまだ伸びる市場がある。しかもイオンは店だけでなく、金融やサービスまで重ねられる。中でもベトナムは今一番見やすい焦点です。五つ目の鍵は、モールと不動産アセットです。2026年2月期のセグメント利益では、ディベロッパーが709億円、総合金融が609億円と大きく、スーパーだけが利益源ではありません。人の流れと決済の流れを集める場そのものを持つことがイオンの厚みです。リスクの一つ目は価格競争です。物価高が続くほどお客様は安さに敏感になります。一方で商品、物流、人件費のコスト上昇も止まりません。安く見せながら利益も守る。これは小売にとって昔から難しい宿題です。二つ目は人手不足です。大きな売り場も小さな店も最後は人が回します。セルフレジや AI が進んでも補充、接客、売り場作りまで全部が消えるわけではありません。人の課題は利益率に直結します。三つ目は事業の多さそのものです。食品、モール、金融、ドラッグ、アジア、デジタル。強みが多い一方で経営の焦点がぼやけやすい。新中系でポートフォリオや構造改革を強く言うのは、広すぎる傘をそのままにはしないという宣言でもあります。四つ目は海外実行です。ASEAN は成長市場ですが、物流、制度、競争、地政学、現地人材の課題もあります。日本で通じた方をそのまま持ち込めるわけではありません。五つ目はデジタルの採算です。アプリ会員が増えても、ネットスーパーが伸びても、それだけで利益が出るとは限りません。便利さの裏には配送、倉庫、システム投資がぶら下がっています。今日の鍵をまとめます。
一つ目はイオンの根がモールではなく四日市の商家にあることです。苦しい時ほど客の側へ立つ感覚が長い時間を超えて会社の社務になりました。二つ目はイオンが一つの店ではなく生活圏を作ってきたことです。総合スーパー、食品モール、金融ドラッグ、別々に見える事業が実は一つの暮らしの動線でつながっています。三つ目はスケールとデータです。トップバリュー、調達、会員、決済、アプリ。イオンは店頭の目立つ売り場だけでなく、その後ろの基盤でも戦っています。四つ目はアジアと未来です。国内が成熟する中で、イオンはベトナムなどの成長市場へ軸を伸ばしています。生活圏の会社という考え方が日本だけの話で終わるのか、それとも海外でも通じるのか、そこが次の見どころです。五つ目は新中家が大きいだけでは足りないと言っていることです。高収益ポートフォリオ、食品小売改革、事業構造改革、財務構造の刷新。イオンは今、規模を利益へ変える本番に入っています。翔平は帳簿を閉じながら言います。イオンを見るときは、モールの大きさだけではなく、地域にどれだけ深く根を下ろしているかを見るべきです。食、金融、健康、アジア、データ。その全部がうまくつながるなら、この会社の傘はまだ広がります。四日市の商家から始まった流れは、今や地域の暮らし全体へ広がっています。買う、食べる、払う、整える、集まる。その一つ一つをつなぐのがイオンの物語でした。長い氷の時間を思い出してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録で次の日本株式会社物語もお楽しみください。